どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はおすすめ台湾グルメを紹介してみようと思います。今年はねこたつを迎え入れたばかりということもあって僕自身ね台湾旅行は行けていないんですが、このチャンネルでは台湾旅行に関する動画をもう過去40本ぐらいね公開していることもあってか、この時期になると結構友達とか視聴者さんから今度台湾旅行に行くんですけどおすすめのグルメはありますかとね聞かれることがめちゃくちゃ多いので、台湾に何度も行っていろいろ食べ歩いてきた僕が本当に美味しかったと思って何度もリピートしている台湾グルメを今日はねまとめて紹介してみようと思います。これから台湾旅行を予定されている方や旅行に行く予定はないけど台湾ってどんな美味しいものが食べられるのか気になるという方もぜひ最後までご覧いただけたらと思います。台湾といってもね結構広いので今回は台湾の北の方ですね、台北の美味しいグルメに絞って紹介していこうと思いますが、それだけでもねかなりな数ありますのでぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。では早速行ってみましょう。まず朝食におすすめなお店からいくつか紹介していきます。まずこちらディンユエンドージャンです。ディンタイフォンのディンにゲンと書きましてトージャンという風な書き方をします。ディンユエンドージャン、ここはこのドージャンというのは豆乳スープですね。豆乳スープが美味しいお店です。朝5時から営業しているので僕はね台北に着いたらまず朝食をここでいただいてから台北のねグルメ旅をスタートさせるってことは結構多いんですけど、結構メニューも豊富でその中でも僕がおすすめするのはシェントージャンと言われるしょっぱい豆乳スープです。多分干しエビとかザーサイとかを使った薬味にお酢をかけてそこに熱々の豆乳をかけることで豆乳がねおぼろ豆腐みたいになるんですよね。トロトロの豆乳スープが出来上がります。でそこにヨーティアーと言われる揚げパンみたいなものがあるんですけど、その揚げパンを浸して食べるとねめちゃくちゃ美味しいんですよ。結構台湾の方もたくさん並んでいたりもしますし、テイクアウトで並ばれてる方も結構多いですけど、店内でもイートインももちろんできます。で日本語メニューも一応あるので、あと指差しとかでもね注文ができるので、このシェントージャンであとね小籠包は美味しいので小籠包も合わせて注文していただくと台湾らしい朝食をねいただけると思います。朝食といったらまずこのねディンユエンドージャンおすすめですね。台北にはねめちゃくちゃ有名なこのドージャンのお店あるんですけど、そこよりね個人的にはこちらのねディンユエンドージャンの方が好みですね。めちゃくちゃ美味しいです。場所は中世記念堂という永平さんの皇太式とかが行われることで有名な観光スポットの近くにありますので、そのね観光の前後とかにここを寄るのもねいいかもしれないですね。めちゃくちゃおすすめ。今日紹介したお店は全てね概要欄に Google のマップのリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、まず最初おすすめがこのディンユエンドージャン。同じくドージャンではおすすめのお店がいくつかあるのでこちらも紹介します。こちらツツドージャン、あちらの読み方だとジンジンドージャンになるのかな。ここも同じくシェントージャン、この豆乳スープが美味しいんですけど、一緒に食べていただきたいのはダンピンと言われる卵クレープみたいなやつですね。このダンピンというのも台湾の朝食で結構有名な食べ物なんですけど、薄いクレープ状のものに卵を落としてでそれをくるんでタレとかをつけて食べるというものなんですけど、このクレープの中にいろんな具材を挟んだりするんですが、ここでおすすめなのはニラ玉を挟んだダンピンですね。ダンピンね結構焼いて出すお店が多いんですけど、ここのはねちょっと揚げ焼きみたいな感じで油多めに焼いてるので揚げてるみたいな感じになってるので非常に香ばしくて美味しいダンピンがいただけます。でドージャンも美味しいですし、ここもね朝食としては結構おすすめですね。リー・フォアジェという問屋街を少し抜けたところにあるお店ですかね。ここのジンジンドージャン、こちらもおすすめです。続いてこちら、これ読み方がちょっとわかんないんですけど、陳小姐豆漿店、陳小姐豆漿店合ってるかなというお店です。このお店もシェントージャンとかダンピンとかがおすすめなんですけど、あと大根餅とかも美味しいんですけど、いろいろそういったね焼き物が多いんですが、中でもおすすめなのがオレンジピール入りのスコーンみたいなやつがあるんですよ。ただこれねめちゃくちゃ人気でもう早朝に売り切れてしまうので朝一番とかに買いに行かないと食べられないことが多いんですけども、僕もね一度だけいただけたんですがすごい美味しかったです。台湾アリーナの近くにあるのかな。ここもね朝食にはねめちゃくちゃおすすめですね。続いてこちらローメン店、こちら混ぜそばがいただけるお店です。乾麺に味噌とかごまペーストみたいなのが絡んだようなペーストを混ぜ込んでいただくというものですね。量はねそんなに多くないのでさらっとねいただける乾麺混ぜそばです。ここはね小鉢に入った惣菜とかもいろいろ選べて、この混ぜそばと小鉢とか一緒にいただくと美味しい朝食をね自分でカスタマイズできるというところもいいとこですね。ローメン店こちらもおすすめ。続
続いておすすめするのがこちら、僕が最近台湾でハマっているルンピンというのがいただけるお店ですね。こちらもね、読み方わかんないんですが、大肥妈现做润饼というお店です。このルンピンは生春巻きみたいな感じです。ライスペーパーみたいなものに煮込んだ野菜と揚げ玉とかベーコンとかピーナッツ粉とかそういったトッピングを入れてクレープ状に筒状に丸めていただくというものです。キャベツとかに野菜がたっぷり入って揚げ玉も入ってベーコンとかも入ってるので、ちょっとね広島風のお好み焼きみたいな感じの風味になります。結構ボリュームあるんですけど、中野菜が大半なので割とね朝食でもちょうどいい感じのお腹が満たされるという感じで、ほんと最近朝食ではねこちらを選ぶことも多いですね。ほんのりカレー風味なのと、あとピーナッツ粉を入れてるので、ピーナッツ粉もねちょっときび砂糖とか混ざったようなピーナッツ粉だと思うので、ほんのり甘いんですよね。なのでちょっとあんま日本でいただけないような独特な風味の生春巻きという感じで、これもねめちゃくちゃ美味しいです。ルンピン買える店結構あちこちにあるんですけども、ダーフェーマールンピン、こちらはね Google マップとかでも星 4.3 とかで結構おすすめらしいので、僕もここのルンピン好きですね。美味しいです。これソーレン市場というところにありますね。ソーレン駅の近くの朝早くからやっている市場、そこのちょっと横道入ったところにあるお店なんですけど、これを買ってソーレン市場の横の公園でいただく、これがね最高なんですよね。この近くにあるお店でもう一つおすすめなのがアヘンがゆというねお店です。塩味のおかゆにしらすとか刻んだピータンとか、あとローソンと言われる肉伝布みたいなものを入れたおかゆです。このおかゆもね本当に日本でいただけないようなおかゆなので、結構僕ここもハマっていて、最近はね行くたんびここでいただいてますね。おかゆなのでお酒好きな方とかはね、飲んだ翌朝とかねこういうのでお腹をね優しくしてあげるとかっていうのもねいいかもしれないですね。お酒の後とかにも合いそうです。僕はお酒飲まないのでちょっとわかんないんですけど、あとこちらね一応麺線も有名らしいので、麺線の方が一応有名なのかな。でもここのアヘンがゆおすすめです。アヘンがゆってねちょっと物騒な名前ですけど、でも意味もその名の通りらしくて、アヘンのように中毒性のあるおかゆということらしいです。すごい名前つけてますけどね。でも確かに中毒性というか、もうリピートしたくなるような味ではあります。こちらのアヘンガイもおすすめ。続いてこちらもソーレン駅の近くなんですが、おすすめがこちら、華僑魚丸店、嘉兴云碗店台湾だとこういう呼び方になります。こちらはかつおだしベースのスープがいただけるお店です。このスープもねめちゃくちゃ美味しいんですけど、ここに魚丸っていうお店の通りつみれみたいなやつを入れていただくことができます。でお魚だけのつみれとか肉団子とか、あと椎茸とかが混ざった団子とか、そういったものを入れてスープとともにいただくというものなんですけど、ここのねこのスープも本当に美味しいんですね。出汁がめちゃくちゃ美味しくて、ほんのりニンニクも効いていて、スープが本当美味しいです。とても飲みやすい、日本人の口にもね非常に合うようなスープだと思います。これちょっとね好みは分かれるかもしれないですけど、この中でも僕が一番好きなのが魚の皮が入ったスープなんですよね。このつみれと魚の皮が入ったスープというのが個人的にはおすすめです。で魚の皮もただ皮じゃなくて、少し身もついた厚めな 5mm ぐらいあるような皮が入ってるので、コラーゲンたっぷりっていう感じでコリコリで食感も良くて、でスープも美味しいというので、こちらのかつおだしスープもね僕何度もリピートしています。あとねすももジュースみたいなやつがあって、このすももジュースもねさっぱりしていて美味しいので一緒にいただくといいかもしれないですね。はい、スープとかそんな感じかな。台湾はいわゆるねこういった台湾らしい豆乳スープとか、そういったものも多いんですけど、パントースト系もね結構美味しいお店が多くて、個人的に台湾で一番好きなトーストのお店がこちらです。これも読めないな。梁素商号梁素商号、こちらの炭焼きチキンエッグサンドがねめちゃくちゃ美味しいんですよね。分厚い照り焼きに卵焼きと挟んで、それをこんがり焼いたトーストで挟んでいるというものなんですけども、こちら提供される時は半分に切って提供されるんですけど、チーズとねこの卵がとろーっと流れ出てね、もうほんと見るからにも美味しそうとかね、しずる感がすごいんですけど、味もめちゃくちゃ美味しいです。でこのトーストの面にピーナッツバターが塗ってあるんですよね。福建というところの有名な台湾のピーナッツバターが塗ってあって、それが塗ってあることでより香ばしく風味も豊かなチキンエッグチーズトーストにな
ってます。こちらもね朝7時からやってるんですけど、割と早いうちに品切れになってお店が閉まっちゃったりするので、行くのであれば早い時間帯に行った方が安全だと思います。ぜひこのチキンサンド食べてほしいですね。めちゃくちゃ美味しいです。続いてもトースト系ですけど、こちらですね、富田トースト。これは結構台湾でも有名なトーストのお店で、僕もね何度もここも行ってますね。このお店もメニューいろいろあるんですけど、やっぱりこのチーズエッグトーストが美味しいかなと思うんですが、中でも看板メニューのチーズポークエッグトースト、こちらがね美味しいですね。こちらね卵の焼き加減というのもね調整してくれて、半熟か全熟でも完全に焼いたものかっていうので選ぶこともできるので、でも個人的にはやっぱりここはね半熟卵にした方がとろり美味しいエッグトーストになると思うのでおすすめです。続いてはねご飯物のお店ですね。联合法油飯店というお店なんですけども、これはねおこわのお店なんですけど、このおこわがね本当に絶品なんですよ。僕も何回かリピートしていますし、去年ね母親と妹を連れて台北の旅行したんですけど、その時に2人がね忘れられないって言ってたのがねこちらのおこわでしたね。口にした人みんながね絶対美味しいっていうおこわです。もちもちの美味しいおこわの上に甘辛く煮つけた椎茸のスライスがたくさん乗っていて、これだけでももちろん美味しいんですけど、絶対トッピングとしてつけた方がいいと思うのが鶏もも肉と煮卵ですね。でこの鶏もも肉が塩だけで味付けしたようなシンプルな味付けなんですけど、北京ダックとかみたいな感じで表面パリパリで中身がジューシーでめちゃくちゃ美味しい鶏もも肉なんですよ。煮卵ももちろん台湾のねしっかり煮つけたルーダンっていうね美味しい煮卵なので、食べるのであればこれセットで食べた方がいいと思います。 A セットってやつにするとこのおこわと鶏もも煮卵セットになったものがいただけます。結構ねご飯たっぷりなんでボリュームあるんですけど、僕はね最近台湾行ったら2日目の朝とかは朝早くここ行って朝食用としてこれを買ってホテルでテイクアウトしていただくってことが多いですね。こちらもね朝7時半からやっていて、ヨンルシーチャンって永楽市場という2階が繊維問屋、洋服で使う生地とかがたくさん並んでいるお店があって、そこの1階がフードコートみたいになってるんですけど、その入り口で買うことができます。朝から絶え間なくね行列できてるので、もう行ったらすぐ分かると思うんですけど、ここのおこわはね本当にもう台湾から帰国してまたあれすぐ食べたいなと思う、まず最初の思いつくのがね結構これだったりしますね。それぐらいねこう舌に記憶されるようなねおこわです。めちゃくちゃ美味しいです。こちらでこのヨンルシーちゃんの1階のフードコートで先ほどのねルンピンをいただくこともできます。こちらのお店もおすすめです。林良号润饼リンリャンハオルンピンっていうのかな。味はねそんなに変わらないんですけど、先ほどのタファエマルンピンとそんなに変わらないんですけど、ちょっとお腹に余裕があればおこわとこのルンピンも買って朝食でいただくとかにねありだと思いますね。こちらのルンピンも結構美味しいです。朝食向けなのは思いつく感じだとこんなとこですかね。他にも多分ねいろいろあるんですけど、ちょっと厳選させていただきます。このあたりおすすめ。続いて昼食ランチとかにねおすすめなお店紹介します。もちろんランチじゃなくても夜ご飯でも何でも美味しいんですけども、量的にねランチだとちょうどいいんじゃないかなと思うお店をいくつか紹介していきます。まずこちらルーローハンのお店ですね。ファンチールーローハン。黄记卤肉飯台湾は本当ね日本の牛丼屋さんみたいな感じでルーローハンの店本当あちこちにあるんですけど、日本のね牛丼屋さんだともういくつかのお店のチェーン店があちこちにあるって感じですけど、本当台湾はそれぞれ別のお店なんだけどルーローハンを扱うお店っていうのがねめちゃくちゃたくさんあります。いろんなお店で食べてきましたけど、中でもバランスが良くて食べやすいなと思ったのがこちらのファンチールーローハンですね。八角は多分ねちょっとは入ってるんですけど控えめなので、八角とか苦手という方でも美味しくいただけると思いますし、サイズ感もねちょうど良くて非常に食べやすいです。油っぽすぎないのでそのあたりもね食べやすいところかなと思います。結構ルーローハンとお店によってはひたすら油っこくて胃がもたれてしまうようなルーローハンとかもねなくはないんですけど、このルーローハンはね比較的食べやすいかなと思いました。ほんとねなんかバランスがいいルーローハンっていう感じですね。でルーローハンのお店だいたい煮卵であるとか油豆腐とかこういったものもね注文できるので、ぜひそういったものと一緒に食べてみてほしいですね。ここもいろんな小鉢でお惣菜選べるのでついつい取りすぎないように注意というところではありますが、いろんな小鉢選んで自分なりのねベストランチを作ることができますね。ほんとここのルーローハンもめちゃくちゃ美味しかったです。でルーローハンのおすすめ他にもいくつかあるので紹介していきましょう。こちら香满鱼
シャンマン園ですね。ここは先ほどのアヘンがゆとかルンピンとかのお店があったソーレン市場の脇にあります。ここのルーローハンもね結構バランス良くて美味しかったですね。ここもお豆腐とか煮卵とかとね一緒にいただくとね美味しいですね。あと白菜を煮込んだものとかも惣菜であるんですけど、これとかもね結構美味しかったですね。ここもね朝6時半とかからやってるので、早朝着のね飛行機とかで台湾に来た時とかはここでね朝からルーローハンいただくっていうのも全然ありだと思います。現地の方もたくさんいらっしゃいますし、最近ね日本の観光客の方もちょいちょい見かけるようになりましたね。僕もそこに混じっていただきましたけど、本当美味しかったです。ここもシャンマン園。もう一つねルーローハンでおすすめな店があるんですけど、小王ニューリって書くところ、小王煮瓜。シャワンルーガン、これは龍山寺っていうお寺の近くの火星街というねアーケードがあるんですけど、そこの中に並んでるお店です。ここねブラックルーローハンと言われているもう真っ黒なコトコトに煮込んだルーローハンがいただけるお店です。もう見た目の通りね結構味濃いめなんですけど全然そんな食べにくいということはなくて、むしろこのコクが癖になるというねそういったルーローハンがいただけます。ここ確かに八角使ってないので八角が苦手な方でも美味しくいただけると思います。ここもね僕何度も行ってますね。店内もね比較的広いのですぐ入れると思いますし、外国人観光客の方もねよくちらほら見ますね。続いてこちら阿川麺線ですね。台湾ではねこの麺線っていうのも結構有名なんですけど、パッと見ねラーメンみたいな感じなんですけど、実際はこれねそうめんみたいな感じですね。かつおだしの効いたスープに細く短く切ったそうめんがたっぷり入っていて、これをスプーンですくっていただくという食べ物です。だしがとにかく美味しいんですよ。でこの麺線のお店も台湾ねあちこちあるんですけど、個人的に好きなのはねここのね阿川麺線ですね。でこれトッピングが2種類選べて、甘辛く煮込んだホルモンと茹でた牡蠣が選べるんですけど、僕はいつもねこの両方が入った総合っていう方を選んでますね。このホルモンもねコリコリで美味しいですし、で牡蠣もねこんな小粒なんですけど風味豊かな牡蠣でねめちゃくちゃ美味しいんですよ。この麺線もねほんとお酒が好きな方とかはねお酒の後とかに日本でいうねラーメンの代わりにいただくみたいな感じでねほんと美味しいと思います。こちら阿川麺線はね後で紹介しますけど、台湾のグルメ夜市ニンシアイエース寧夏夜市というところの近くにあるので比較的行きやすいところにあると思います。こちらの麺線もおすすめ。続いておすすめはこちらアーチュンアーローアジョーガ肉ですね。ガチョウ肉がいただけるお店です。燻製したガチョウ肉がいただけるんですけど、これがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。部位もねいろいろ選べるんですけど、基本的にはもも肉か胸肉かというところで、このねもも肉も胸肉もほんと美味しいし、1人じゃ食べきれないぐらいの量出てくるので、2人以上とかで行った方がより楽しめると思うんですが、その基本の胸肉もも肉もめちゃくちゃ美味しいですが、他の部位としておすすめなのが頭ですね。ガチョウの頭ちょっとねグロいんですけど、この脳とかもねいただけちゃうんですが、濃厚な白子みたいな風味でほんと美味しいです。ちょっと癖になる味です。僕もねここリピート何度もしてますが、行くたんびにそちらねいただいてますね。あとこちらで有名なのがガチョウのネギ油みたいなのをかけたご飯で、結構ねご飯に油かけるんでこってり系にはなるんですけど、ギルティーな感じではありますが、これも一緒にねいただくとよりこのアーチュンアロー楽しめると思います。めちゃくちゃ美味しいです。ここもで結構ね並ぶので番号札取ってしばらく待つか、あと使ったことないんですけど一応事前予約もできるらしいので、ちょっと予約の方法分かる方は予約していった方がよりスムーズにねいただけると思います。このアーチュンアローもねほんと何度も言ってますけどほんと美味しいですね。続いてこの時期には欠かせないかき氷のお店いろいろ紹介していきましょう。かき氷とかねスイーツのお店紹介していきます。まずはこちら、有名ですけどね、ピンザン。こちらはねまだ行ったことないのであればぜひ一度は行ってほしいかき氷屋さんです。ここのおすすめかき氷はやっぱりねマンゴーかき氷ですね。マンゴーかき氷も何種類かあるんですけど、中でもやっぱりおすすめなのはマンゴーシュエホア瓶というマンゴー雪花瓶と書いてこのミルクかき氷のマンゴーかき氷です。これがめちゃくちゃ美味しいです。こちら4月から10月とねマンゴーが美味しいシーズンしかやっていないお店になってますので、僕もねこれが食べたいためにこのシーズンに台湾に行くことが多いです。ふわふわの雪のようなミルクかき氷の上にたっぷりのマンゴーが乗ってマンゴーソースもかかって、一度食べたら忘れられないようなかき氷になると思います。もうここのかき氷僕 7,8 回はもう食べてるんじゃないかな。この時期台湾でいただくマンゴーは本当に糖度が高くてみずみずしくて香り
り豊かで本当に美味しいマンゴーです。マンゴー以外のフルーツを乗せたかき氷ももちろん用意されていて、キウイとかバナナとかドラゴンフルーツとかスイカとかいろいろあるんですけど、もうここに来たらねやっぱりもうマンゴー一択だと思います。もうとにかくマンゴーが美味しい。でトッピングもいくつかあるんですけど、この前ねプリン乗せたらこのプリンはねめちゃくちゃ美味しかったです。もしトッピングを乗せるのであればこのプリン一つ乗せたマンゴーシェーフォアビン、これがねおすすめだと思います。台湾でも人気店ですし、日本でも有名なお店になってきているので、日本人観光客の方とかも結構並んだりしていて、もう常にね列ができているようなお店なんですけど、並んでもいただく価値のあるかき氷だと思うので、ぜひね4月から10月、まさに今のシーズンですね。今8月とかだったらね一番美味しい時期だと思うので、この時期かき氷ねぜひここで一度いただいてほしいですね。めちゃくちゃおすすめです。でもう一つマンゴーかき氷が美味しいお店をおすすめするんですけど、こちらがトンチーかき氷というところで、ここね割と穴場といえば穴場かなと思っていたんですけど、現地の方の中ではねめちゃくちゃ有名らしいです。ここのかき氷本当美味しかった。このマンゴーかき氷は僕ねまだ1回しかいただいていないんですけど、先ほどのねピン山にもう負けないぐらいにねとても甘みのあるマンゴーかき氷がいただけました。例えば2泊3日の台北旅行で初日にピン山のかき氷とか食べて、台湾のマンゴーかき氷ってこんな美味しいんだ、もっと食べたいなと思ったら翌日とかはトンチーかき氷のマンゴーかき氷とかいただくとかね、もう2連チャンしちゃっても全然いいぐらいに美味しいと思います。こちらのマンゴーかき氷もねおすすめですね。いや本当美味しかったここで。あとねかき氷だとここもおすすめですね。香元仔ここは日本でもあんま紹介されていないと思うのでかなり穴場なんだと思うんですが、ここのかき氷もね独特で美味しかったですね。ここはお餅系が美味しいんですよ。かき氷ってトッピングでこう白玉みたいなのを入れたりすることがあるんですけど、ここのね白玉団子がねめちゃくちゃ美味しくて、他にもトッピングで小豆とか甘く煮たピーナッツとか、あとは芋団子とか、こういったものをトッピングしていただくんですけど、このね白玉とかのお餅系がめちゃくちゃ美味しいので、そういったトッピングを乗せてかき氷をいただきたいという方はこのねお店もおすすめですね。店内はそんな広くないんですけど、とても優しいお姉さんが接客してくださって、このねかき氷もねまた食べたいなと思いますね。いやここ本当美味しかったな。夏はこうかき氷なんですけど、白玉が美味しいので冬はねぜんざいとかやってるお店らしいですね。ここもまた行きたいな。めちゃくちゃ美味しかった。かき氷もう一つおすすめ、こちら夏木天品と書くシャーシュー天品かな。夏树甜品そうですね。先ほど言っていたね D フォア J という問屋街にあるお店なんですが、比較的新しいお店なのかな。ここがねまた独特で杏仁かき氷がいただけるんですよね。杏仁風味のふわふわのかき氷にトッピングで杏仁豆腐であったりとか芋団子とかそういったものをトッピングできるというお店なんですけども、優しい甘さの杏仁かき氷がねめちゃくちゃ美味しくて、たっぷり盛られたかき氷のそこの方にトッピングがね沈んでるんですけど、なのでちょっと下からこう持ち上げながら食べるというものなんですけど、このトッピングもそれぞれ美味しいですし、何よりこのかき氷とあと杏仁豆腐、これがね美味しいので、優しい甘さのかき氷、上品なかき氷をいただきたいという時にはこのねかき天品おすすめですね。ディフォアジェの中心ぐらいにあるので、お土産とか買ってる最中にね休憩で入るという感じでもいいんじゃないかなと思います。ここも美味しかったですね。台湾のスイーツといえばこのかき氷ももちろん有名なんですが、それ以上に多分現地の方の中では有名なのがドーファーという豆花というやつですね。最近日本でもよく見るようになりましたけど、このドーファーが美味しいお店、もう台湾にはこのねドーファーのお店が本当に数多くあるんですけど、中でも個人的におすすめなのがここの小東ドーファータンというところですね。庄头豆花蛋グリーンの外壁のお店、ここのドーファーがめちゃくちゃ美味しいです。ここ普通の白いドーファーと、あと黒豆を使った黒ドーファー、このね2種類選べるんですけども、ハーフハーフもできて、僕はね毎回このハーフハーフで注文しています。でトッピングがねこれ選び放題なんですよ。十何種類のトッピングの中から指差しでこれとこれ入れてくださいってお願いすると、お姉さんがねそのトッピングを全部入れてくれる。このドーファーっていうのは豆乳プリンですね。豆乳プリン自体にそんな強い甘みがついてるわけじゃなくて、きび砂糖のシロップみたいなのをかけてくれるので、これで甘さをつけてるって感じですね。で夏だったらかき氷も入れてもらえるので、その2色のドーファーにかき氷を乗せてきび砂糖シロップをかけて、そこに選び放題のトッ
ピングを乗せていただくという、このトッピングもそれぞれ美味しいですし、芋の甘煮とか芋団子とか個人的にはこの辺がおすすめなのと、あといつもね売り切れてしまってるんですけど、かぼちゃペーストっていうのがトッピングで選べて、このかぼちゃペーストを乗せられたらもうラッキーですね。このかぼちゃペーストもね本当美味しいんですよ。僕は初回にここを寄った時にかぼちゃペーストたまたま食べられた、その時以来はね毎回売り切れで食べられてないですね。ショート豆腐アータン本当美味しいんで、もし豆腐はねどっかで食べたいと思ったら一回はねこの店行ってほしいですね。クコの実を使ったゼリーとかもねトッピングできたりして、見た目もねカラフルで目でも楽しめる豆腐ですね。続いて台湾のコーヒー屋さんとかカフェとかいくつか紹介していきましょう。まずこちら烟花 OP 118.2イエファー OP1182 ってとこですね。コーヒーも本当に美味しくて、Google マップとかでも星 4.8 とかでやっぱりかなり評判なお店らしいですね。 D フォアジェの入り口の横道を入ってすごい奥の方にあるので見つけにくいところにあるお店ではあるんですけど、コーヒー好きな方ぜひ一度行ってほしいですね。コーヒー美味しいし、あとね店内の内装がとにかくねおしゃれなんですよね。アンティークな雰囲気のねお店で、店員の方もみんな優しかったし、すごいいい思い出のあるお店ですね。バスクチーズケーキみたいなのも美味しかったと思うので、まだね僕コーヒーしか飲んでないですけど、次行った時はねこのバスクチーズケーキとかもいただいてみたいなと思ってます。雰囲気めちゃいいしおすすめです。続いてコーヒー屋さん森高砂コーヒー館というお店です。森高沙咖啡館。こちらここはねもうお店の外観からなんか銀行とかリノベしてんのかな、なんかそんな感じの外観のコーヒー屋さんで、店内割と広々していて、でアリサンコーヒーとか結構台湾らしいコーヒーが美味しくいただけるお店ですね。ここ僕夏しか行ってないんですけど、ホットのコーヒーがグラスに入っていて、このホットのままいただくことももちろんできるんですけど、その横にガラスのコップに氷を敷き詰めて、そこに試験管を挿したグラスがね用意されていて、この試験管の中にこの熱々のコーヒーを入れて、このグラスの中で氷でねこう冷やすことによって試験管の中の少量のコーヒーが冷たくなって、それをねアイスでいただくことができるという、そういったね飲み方もさせていただけるコーヒー屋さんです。で一杯の美味しいコーヒーがホットでも楽しめるしアイスでも楽しめるという、そういったね見た目的にも面白いし、いろんなコーヒーのね楽しみ方ができるという提供の仕方をしてくれるお店ですね。上質なコーヒーがいただけるのでね、ここもおすすめですね。結構人気店です。こちらも。続いておすすめするコーヒー屋さんがこちらナウコーヒーですね。台湾にもスペシャルティーコーヒーを提供するお店が結構あるんですけど、個人的にめちゃくちゃ美味しかったなと思ったのがこちらのナウコーヒーですね。台湾の秋葉原と言われるようなカメラ屋さんとかがたくさん並ぶ電気街と言われるところにあるコーヒー屋さんなんですけど、このナウコーヒーのお店自体ももともとカメラのライカのお店をリノベーションしたコーヒー屋さんなんですよね。結構広々した店内で、店内の内装もめちゃくちゃおしゃれだし、店員さんもお客さんもねなんかみんなおしゃれでしたね。そういった印象のね残っているカフェですね。でここでいただいたねコーヒー、スペシャルティーコーヒーがねほんとめちゃくちゃ美味しかったですよ。ここもおすすめで、台北でこうねフラッと入って美味しかったコーヒー屋さんも結構いくつかあって、まず一つこちらオーマイカフェ、ここもねよく泊まるホテルの近くにあってフラッと入ったんですけど、ここのコーヒーもねめちゃくちゃ美味しかったです。小さなお店なんですけど、こちらもねスペシャルティーコーヒーがいただけて、ほんと僕の口に合うねとても美味しいコーヒーでしたね。秘密の扉を開けるとね地下のイートインスペースに行けるらしいんですけど、僕はね普通にテイクアウトしかまだ使ったことないんですけど、ここのコーヒーもね美味しかったですね。星 4.7 とかなんでねやっぱり人気店みたいですね。であと同じくフラッと入って美味しかったコーヒー屋さんで行くと、この幸福93カフェ、ここもね美味しかったですね。店員さんもすごい親切な方だったし、いいお店だった。こちらもねスペシャルティーコーヒーだったりいただけるお店で、しかもポットサービスみたいにして出てくるので結構ねたっぷりいただけるんですよね。こちらのコーヒーも本当美味しかったですね。でこちらはね先ほどのトンチかき氷の近くですね、比較的近いところにあるカフェで、ここもね本当いいお店だったんで見つけてからね毎年寄らせていただいてますね。続いてこちらウォーウォーウーというお店ですね。こちらは香港式カフェということで、外観もめちゃめちゃ可愛いし、店内もねおしゃれで本当に居心地のいいカフェなんですけど、こちらで僕がねいつもいただくおすすめメニューが香港風のフレンチトーストですね。このフレンチトースト僕何度か紹介していますけども、サイトゥーシーってやつですね。フレンチトースト4枚重ねで、しかもそれぞれの間にはピーナッツバターが塗ってあって、
さらに濃厚なバターを上に乗せているというね、もう本当にカロリー爆弾なんですけど、これがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。見るからにカロリーが高そうだなって感じなんですけど、そういうのね気にしてたら美味しいものいただけないので、台湾旅行行ったらもうカロリーとかダイエットとかねもう無視して、もう食べたいものを食べると僕はしてるんですけど、そんな時に気持ちよくカロリーを気にせずいただけるのがこちらのサイトゥーシですね。これめちゃくちゃ美味しいです。こちらのピーナッツバターフレンチトースト、これもねぜひ一度は皆さん食べてみていただきたいですね。おすすめです。はい、コーヒー屋さんとかカフェはそんな感じで、あとねドリンクでちょっとおすすめしたいのが2つあって、まず1つがウースーラン50嵐ってね、もう台湾行ったらあちこちにあるチェーン店なんですけど、そこの50嵐のイーハン1号っていうメニュー、こちらをねぜひ飲んでみてほしいです。この1号は台北限定メニューなんですよね。確かねタピオカドリンクみたいな感じなんですけど、お茶の中に黒いタピオカと、あと白いちっちゃいタピオカと、あとナタデココも入ってるんですよね。そういったいろんなねこうゼリー質なものをいろいろ楽しめる美味しいドリンクになっていて、もう夏とかはね毎回僕はこれ必ず飲んでますね。台北限定なので、台北の50嵐行ったらぜひこれね飲んでみてほしいですね。であともう一つがね、カルフールの地下にあるオレンジジュースです。これはね僕の YouTube の台北 Vlog 見ていただいてる方はあれねってなると思うんですけど、カルフールっていうのは大型スーパーなんですけど、もうこのカルフール行ったら必ず毎回いただいてるのがこちらのオレンジジューススタンドですね。自動販売機のオレンジジュース生搾りしてくれるやつ、日本でも見ると思うんですけど、あれですね。台湾のオレンジジュースはやっぱりねオレンジ自体がめちゃくちゃ糖度が高いので、世界一美味しいオレンジジュースはこれだと思うぐらいに美味しかったです。本当甘くて美味しすぎるので、毎回そのスタンドでね2杯は飲んでますね。この前行ったらね韓国の旅行客の方だと思うんですけど、同じようにね横で2杯飲んでました。もうみんなあれ1杯じゃ効かないと思います。なので L サイズとか出してくれてもいいんじゃないかなと思うぐらいにめちゃめちゃ美味しいオレンジジュースです。で日本にもねオレンジジューススタンドあるんで試してみたんですけど、糖度がね10分の1ぐらいでしたね。ちょっと言い過ぎかな。でも半分ぐらいの糖度でしたね。やっぱり台湾のオレンジジュース自動販売機であってもオレンジジュースの糖度はね異常に高いです。めちゃくちゃ美味しかったです。なのでちょっといろんなところのねジューススタンドは試していないので何とも言えないんですけど、このカルフール、僕がよく行くのは重慶店ですね。D フォアジェとかの近くなんですけど、このカルフール重慶店の地下のオレンジジュース、これねぜひ飲んでみてください。レジの近くにあります。続いて台湾といえばねやっぱり夜市だと思うので、夜市グルメババーっとね紹介していきたいと思います。まず先ほどもちょっと出ましたけど、夜市でぜひ行ってみていただきたいのがグルメ夜市と言われてる寧夏夜市ですね。西谷夜市、台北駅からも比較的近いのでアクセスも非常にいいので、僕も台北宿泊するときはこの寧夏夜市の近くのホテルを取るぐらいにめちゃくちゃおすすめな夜市です。でこの寧夏夜市グルメ夜市って言われてるだけあって、屋台なのにめちゃめちゃ美味しいお店がたくさんあります。このお店ねバーッと紹介していきますね。まずはこちら必ず行ってほしいなと思うのがファンジャですね。方角の方に家と書くファンジャ、こちらのチーローハン鶏肉飯、これをねぜひ食べてみてほしいです。僕この YouTube チャンネル始めたのが7年前とかなんですけど、最初に投稿した動画が実はこの台湾グルメを紹介する動画で、このチャンネル一番最初の動画でも紹介しているのがこちらのファンジャのチーローハンです。鶏肉飯です。ご飯の上に蒸し鶏を散らして、そこに甘辛い醤油ベースの鶏だしと、あとはエシャロットかな、長ネギかな、ネギの風味も相まったタレをたっぷりかけていただくというチーローハン鶏肉飯なんですけども、これがね絶品です。この店はね結構いろんな方も紹介してるのでポピュラーになってきてると思うんですけど、その7年前とかってあんまりこの寧夏夜市とか、ましてやこのファンジャとかってあんまり紹介されていなかったんですけど、その当時から台湾のブロガーの方とかの中ではもうここはぜひ食べてみてほしいです、観光客の方は1回は食べてみてほしいですって書いてあったので、最初にね僕も7年前寄っていただいたんですけど、本当に未だにリピート、10回以上はリピートしてますね。本当1回の旅行で2回食べたりするぐらいに美味しいチーローハンのお店です。屋台ではあるんですけどイートインスペースもあるので座って食べることができるんですけど、割とね比較的広々した席があるんですけど、それでもいつもね列ができていてちょっと並ぶんですが、ただね開店早いのでみんなね並んでさっと食べて
てすぐに出てくるって感じなので割と回転早いんで並んでいても苦にはならないんですけど、とにかく美味しい。あと提供速度もねめちゃめちゃ早いですね。注文して数秒でもう出てくるので、そういったのもあってね回転早いっていうのもあると思うんですけど、寧夏夜市行ったらここはもう欠かさず行っていただきたいですね。もうめちゃくちゃ美味しい。でここはね青菜炒めとかも美味しくて、空心菜のニンニク塩炒めみたいなやつとかがいただけるんですけど、これもね一緒に食べていただくと美味しいと思います。あとニラ玉とかも美味しいかな。でここはチーローハンのお店なんで、その鶏肉飯が何よりも有名なんですけど、実はここのねルーローハンも美味しいんですよ。なのでチーローハンも食べたいけどルーローハンも捨てがたいなという方はもう2つ頼んじゃっていいと思います。1つのお椀がそんなに大きくはないので、2杯ぐらい食べても日本の牛丼1杯ぐらいだと思うので、並盛り分ぐらいだと思うので、そんな感じでサクッと食べちゃってもいいと思います。お茶碗1杯で確か今50ニュータイワンドルとかだったと思うので、レートが今1ニュータイワンドルが5円とかなんで250円とかですよね。なので2杯頼んでも500円でいただけるって感じなので、ファンジャのチーローハン、まずこれは食べてほしいですけど、余力があればルーローハンもね一緒にいただいちゃってもいいと思います。まずここはね本当におすすめ。あと寧夏夜市でおすすめなのが揚げたタロイモ団子のお店ですね。流玉仔蛋黄玉饼。揚げたての芋団子、もうコロッケみたいな感じですね。これがねもう食べ歩きにもいいんですけどめちゃくちゃ美味しいです。で2種類あって、普通のタロイモ団子を揚げただけのものと、タロイモ団子の中に卵の黄身と、あとローソンというで先ほど言ったね肉でんぶ、これが入ったもの、この2種類があって、僕は毎回ね1個ずつ頼んでいます。最低2個からしか注文できないと思うので、両方ね1個ずつっていうのがいいと思います。タロイモ団子の方はほんと素朴なコロッケって感じなんですけど、この卵とローソンが入った方は、ローソンがねちょっと塩気があるので、これはまたね独特で、これも何度もリピートしますが美味しいですね。台湾のビブグルマンかなのミシュランを取ってたと思います、こちらのお店。このお店もね常に 2,30 人ぐらいね列できてますね。ただもう揚げたてのものを買うだけなので割と回転も早いんですぐに買えると思うんですけど、もう大人気店ですね。こちらも寧夏夜市の有名店。続いて台湾の屋台といえばこれですね、臭豆腐のお店です。これはね苦手な方は本当無理だと思うんですけど、ここのね臭豆腐は非常に食べやすいので中でもおすすめです。お店の名前がね李長博って書くとこですね。李長博。ここの臭豆腐は揚げ臭豆腐なんですね。で臭豆腐っていろんなタイプがあって、揚げ臭豆腐であったり焼き臭豆腐とか煮込んだものとか生の臭豆腐とかいろいろあるんですけど、いろいろ食べた中でやっぱりこの揚げ臭豆腐が一番食べやすいと思います。臭豆腐のお店の前とか通るともう匂いがすごくて、もうあれが嫌で台湾旅行行けないとか夜市になかなか近づけないって方もいらっしゃると思うんですけど、実際食べてみると本当ねまろやかなお豆腐って感じで、店の前を通った匂いほど実際食べてみるとその匂いのきつさをね感じなかったりします。お店によってやっぱり風味とかね違うんですけど、この李長博の揚げ臭豆腐はね非常に食べやすいと思います。臭豆腐の匂い苦手という友達とかでもここの臭豆腐はね全然食べられたとかいう話もねよく聞きましたので、臭豆腐初心者の方はねここから始めるっていうのありだと思います。でここね屋台も出てるんですけど、路面でねお店もありますので、お店の方が涼しいお店の中でねゆっくり食べられると思うので、こちらの方がねおすすめですね。で寧夏夜市でもう一つ臭豆腐のお店でおすすめなのがリンチーマーラー臭豆腐というこちらですね。これ2年前ぐらいに初めて行ったんですけど、臭豆腐スープなんですよね。でこのスープがうますぎて、ここも台北に行ったら必ず寄るようなお店になりました。めちゃくちゃ美味しいです。マーラー臭豆腐ということで、スープ自体がちょっとピリ辛スープなんですけど、全然辛すぎるという感じでもなくて、マイルドでありつつも辛みがちょっとあるというようなねスープなので飲みやすいんですけど、このスープ自体の味出汁がねめちゃくちゃ効いてて、煮干しとか野菜とかそういったものを使ったスープになってて、スープ自体が本当美味しいです。寄せ鍋とかをした時に旨味とかが染み込んだ鍋の汁があるじゃないですか。あれみたいな感じで野菜の甘み、海鮮の旨味みたいなのが凝縮されたスープなんですよね。でそのスープに具材としてはキャベツだったり湯葉なのかな、揚げたお豆腐みたいなやつとか、あとはその煮干しとか、そういったものもたっぷり入っていて、このスープ自体も具材がたっぷりで美味しいんですけど、そこに10センチ角ぐらいの結構大きい臭豆腐がドカッと入っていて、でこれをね崩しながら食べるんですけど、ここは揚げ臭豆腐じゃなくて煮込まれた臭豆腐なんですけども、これ本当に美味しいです。もうちっちゃい鍋みたいな感じですね。このねマーラー臭豆腐癖になる味です。もう一度食べたら絶対また食べたいなってなると
思います。ここもトッピングいろいろ選べるんですけど、インスタント麺ですね、チキンラーメンみたいなやつ、あれを鍋で湯がいてそれをねトッピングしてくれるっていうのがあって、このスープを使ったラーメンにしてもらえるんですよね。でこのねラーメンを入れた麻辣臭豆腐がまた美味しくて、もうお腹に余裕があるのであればぜひトッピングにこのラーメンを入れてね食べてみてほしいですね。ここも本当大好き、めちゃくちゃ美味しい。こちら揚げ臭豆腐じゃないのでちょっと食べにくさあるかなと思う方もいると思うんですけど、これはこれでね煮込まれてしまっているので、これもね結構食べやすいです。ここも全然初心者の方でもおすすめできるような臭豆腐メニューだと思います。続いてこちらはね台湾料理というわけではないんですけど、寧夏夜市で美味しいグルメなので紹介させていただきます。ロージャーモーというミートパイがいただけるお店です。お店の名前が多多肉肉夹馍。トートロージャーモーかな。ここのロージャーモーめちゃくちゃ美味しくて、もうその場で焼きたてのパイ生地なので、もう生地自体がサクサクパリパリで、その間にたっぷりのミートフレークをね挟んでくれてるんですけど、このお肉がクミンとかを多分たっぷり使っていて、かなりねスパイシーなお肉なんですよね。香りがめちゃめちゃ良くて、しかもお肉たっぷりだし割とボリューム感もあるんですけども、初めて食べた時にめちゃめちゃ美味しくてびっくりしました。屋台でこのクオリティのサクサクミートパイがいただけるのかと思ってね結構驚いたんですけど、ここも本当美味しかったですね。あとおすすめはこちらカットフルーツのお店なんですけど、真记水果。チェンチーシェイコア。台湾の夜市ってこうフルーツのお店もねちょいちょいあるんですけど、ここもねお皿に乗ったカットフルーツを出してくれるお店なんですが、ここでねフルーツなんか食べたいなと思って、やっぱりマンゴー食べたいなと思ってマンゴーを頼んだんですけど、これがねめちゃくちゃ美味しかったんですよ。びっくりしちゃった。屋台のこういうお店でこのクオリティのマンゴーを食べられるんだって思ってね、その場で食べて美味しすぎてホテルにもね持ち帰って、お土産でも持ち帰って食べたぐらいの美味しいマンゴーがいただけるお店でしたね。カットトマトが一番有名なお店らしいんですけども、でもどのフルーツも結構美味しくて、中でもねマンゴーは驚きの甘さ美味しさでしたね。これも寧夏夜市の真ん中ぐらいにあります。あと台湾の夜市でここに限らず結構個人的に好きなのがこのタンフールですね。で日本でもタンフールって有名だと思うんですけど、台湾のタンフールってトマトのタンフールがあるんですよ。プチトマトのタンフールがあって、これがね美味しいんですよね。日本でトマトのタンフールってあんまないですよね。見たことないんですけど、台湾行ったら食べられるのでこのトマトのタンフールよく食べます。プチトマトの適度な酸味がありつつも飴でコーティングされてるので、このねバランスがね絶妙なんですよね。この寧夏夜市にあるグーザーウェイタンフールっていうところはミニトマトの間にスモモって言ったかな、ちっちゃいね黒い梅干しみたいなやつが挟まってて、これがね合間合間でいただけるので、これもね美味しいんですよね。このプチトマトのタンフールはね日本でもあったら食べたいんですけど、日本大体イチゴとかなのでね、マスカットとかイチゴなんでなかなかプチトマトがないんで家で作って食べたりしましたね。それぐらいにちょっと癖になるタンフール、これも美味しいですね。寧夏夜市、あとはねドリンクスタンドいくつか紹介します。寧夏夜市ってドリンクを提供しているご飯屋さんってあんまないんですよね。だいたいその料理だけ提供していて、お酒とかソフトドリンクとか提供しているお店ってなくて、だいたい近所のコンビニとか、あとこの寧夏夜市の中のドリンクスタンドで購入してきたドリンクを持ち込んでいただくということが多いんですけど、寧夏夜市の中で美味しいドリンクバーいくつか紹介します。まずはこちらトンネンニューグアムーナイ同年パパイヤミルクですね。台湾ではこのねパパイヤミルクも結構有名な飲み物なんですけど、ここのね同年ムーグアニューナイのパパイヤミルクはねもうダントツ美味しいです。牛乳自体が結構クリーミーなちゃんとした牛乳、生の牛乳を使っているっていうところと、あと完熟パパイヤをたっぷりジューサーにかけて注いでくれるので、本当に濃厚なパパイヤミルクがいただけます。しかもここのパパイヤミルクは20分以内とかかな、なんか時間制限みたいなの書いてあって、なるべく早く飲むことで美味しくいただけますっていう風なね注意書きがあるぐらいに新鮮な美味しいパパイヤミルクをいただくことができます。寧夏夜市行ったらね、本当ここはね1回の旅行で 2,3 回飲んじゃうぐらいにね大好きですね、ここのパパイヤミルクは。あと寧夏夜市にあるこういったジューススタンドで美味しいところはオージュースっていうところであったり、あとソーケセン果汁ってとこかな、この辺り結構有名だと思うんですけど、この辺りのフルーツジュース美味しいですね。味的にはそんなどこも変わらないかなっていうところなんですけど、スイカ牛乳とか、あとはマンゴージュースとか、この辺りやっぱ美味しいですね。こんな感じで寧夏夜市、本当にねグルメ夜市っていうだけあってクオリティ高いし、本当めちゃくちゃ美味しいので、夜市ねどこか行こうかなと思ったらまずねこの寧夏夜市は行っておいてほしいですね。シーリン夜市とかめちゃくちゃ有名な夜市ありますけど、やっぱりああいうところはね
観光地化してるというのもあってちょっと高いですし、味もね意外とっていうのも結構あったりするんですけど、この寧夏夜市はねほんとねグルメレベルが高いと思うのでおすすめです。で寧夏街夜市以外の夜市でおすすめなのが城ヶ街夜市ですね。これは松山駅のすぐ近くの夜市で、ここもね、シーリン夜市に次ぐぐらいに有名なきらびやかな夜市なんですけども、アーケードからねめちゃくちゃ電飾バリバリで、誰もが一度は見たことがあるような台湾の夜市だと思うんですけど、ここの夜市でおすすめメニューといったら入り口入ってすぐの胡椒餅ですね。これもビブグルマンかな、ミシュラン取ってると思うんですけど、窯の中で焼きたての胡椒餅がいただけて、結構ねボリュームもあってピリ辛で食べ応えがある美味しい胡椒餅なんですけど、評判なだけでやっぱりここ美味しいですね。この城ヶ街夜市といえばこれというぐらいに有名な胡椒餅、僕はね結構これ食べちゃうと他のものが食べられなくなっちゃうぐらい結構割とボリュームがあるので、2回ぐらいしか食べたことなくて、最近はねそれ以外にお腹を使うようにしてるんですけど、まだ食べたことないということであればまずはこちらね食べてみるといいと思います。あとおすすめなのがスルメイカのお店なんですけど、加贺鱿鱼蛋黄。スルメイカを茹でてニンニクベースの醤油だれみたいなのをたっぷりかけて、さらにね台湾バジルを散らしたというね、おつまみみたいな感じなんですけど、このねスルメイカがねコリコリでねめちゃくちゃ美味しいんですよ。旨味が出ていて、本当ねここでしか食べたことがないようなおつまみみたいな感じなんですけど、お酒好きな方とかねもうこれをいただきながらお酒を飲んだりしたらも最高だと思います。僕はねスイカジュースを飲みながらこれをね食べたんですけど、それでも美味しかったので、結構塩気があるので、スルメイカでね塩気があるのでお酒とかに合うと思うんですよね。ちょっと高いんですけどね、150ニュータイワンドルとかなんで750円とかなんで、量にしてはちょっと高いかなって感じなんですけど、味はねめちゃくちゃ美味しいのでおすすめですね。あとさっきちょっと言ったルーウェイっていうね台湾のおでんというか煮込みが有名なんですけど、そのルーウェイが美味しいお店も一つ紹介します。こちら撒蛋牛卤味。こちら牛すじの煮込みが一番有名だったかな。こちらも醤油ベースでコトコト煮込まれて、もうスープたっぷりでいただけるルーウェイなんですけど、結構ね味わいは日本人でも食べやすいようなそんな癖がなくて、それでもうしっかり煮込まれてるのでめちゃくちゃ美味しかったです。こちらもで牛すじが有名なんですけど、僕はね蜂の巣とかも食べたかな。蜂の巣とかもね美味しかったですね。あんまり日本で蜂の巣の煮込みとかね、焼肉とかでも蜂の巣出してくれるとか意外と少ないので、あとスーパーとかでもなかなか買えないので日本だと。なので台湾行ったらこのね蜂の巣のルーウェイとかもね結構おすすめですね。なかなか食べられないと思うので。あとスイーツもね紹介しましょう。こちら玉品圆冰火汤圆。こちらはかき氷の上に熱々のごま団子が乗ってスイーツがいただけるお店ですね。こちら台北101の近くのリンジャン GS というね臨港街夜市とか通過街と言われる夜市があるんですけど、そこが1号店とかだと思うんですけど、そのお店の城ヶ街店なんですけど、そのねリンジャン GS の方はめちゃくちゃ並ぶんですけども、こちらはねあんま並ばないで食べられると思います。たっぷりのかき氷の上に熱々の茹でたてのごま団子を乗せてくれるっていうね、この熱いのと冷たいののハーモニーが最高なんですけど、このごま団子自体がもう団子も美味しいし、中にたっぷりの黒ごまペーストが入っていて、これがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうごまの風味がねすごい広がるんですけど、でこれごま団子とあとピーナッツ団子もあってミックスを選べば両方楽しめるので、その総合と言われるねミックス両方が入ってるものを選ぶのがベストだと思います。あと甘酒みたいな酒粕が入ったものがあったりとか、入り口にねシロップが置いてあって、金木犀風味のシロップとかレモンシロップとかもあって、このレモンシロップは結構ねほんとレモン感強すぎてめっちゃ酸っぱくなっちゃうんでかけすぎ注意なんですけど、この金木犀シロップをかけるとね金木犀のねふわっとしたいい香りが加えられるので、これかけてねいただくのが一番いいと思います。これもねまた食べたいですね。ほんと美味しかった。ここもでこの城ヶ街夜市でおすすめしたいのが、城ヶ街夜市というか夜市を抜けてすぐのところにある大学芋のお店なんですけど、照明橋ジュリーって書くねお店。小明拔丝地瓜。ここの大学芋が僕の大学芋史上一番ぐらいに美味しかったです。その場で揚げてたっぷりの飴でコーティングされた大学芋なので、カリカリで歯触りもいいしホクホクのお芋だし、もう本当に忘れられない大学芋って感じでしたね。初めて食べた時あまりに美味しすぎて、次行ったらね絶対また食べようと思ってお店行ったんですけど、美味しすぎてこの場ですぐ食べる用と、あとホテル帰ってから食べる用で2箱買って帰りました。それぐらいに美味しい
し大学芋ですね。僕なんかね、大学芋実は大好きだったってことがね、これを食べてから発覚して、ここから大学芋ハマっていて、最近ね、毎週のように大学芋を近所で買って食べてますね。めちゃくちゃ美味しいです。ここの大学芋もおすすめ。はい、城ヶ島夜市はそんな感じですかね。それで台湾ってね、夜市がもうほんと何十箇所ってあるんですけど、有名なところは数箇所って感じなんですが、中でもあんまりね、これね、有名ではないかもしれないんですけど、西光夜市っていうね、晴れる光の夜市っていう夜市があって、ここでね、おすすめグルメがいくつかあるので、こちらも紹介します。この西光夜市の高木水餃乳老麺っていうお店ですね。红记水饺牛肉面。水餃子と牛肉麺が有名なお店なんですけど、僕まだ牛肉麺食べたことないんですが、このね、水餃子がやっぱ有名で、とにかく美味しいです。一番初めの台北 Vlog の時にこちら紹介してるかな。ニラたっぷりの薄皮水餃子がもう十何個ぐらいお皿にね、盛られてくるんですけど、結構なボリュームに見えるんですけど、もう飲み物買ってぐらいにね、スルスルと喉を通っていってしまいます。あっという間に食べられちゃいます。ニラの風味もめちゃくちゃいいし、喉越しもいい水餃子がいただけます。台湾のいろんなお店で水餃子食べましたけど、ここの水餃子がね、個人的にナンバーワンですね。めちゃくちゃ美味しいです。で、この西光夜市でもう一つおすすめなのがこれですね。城市愛玉。城市愛玉。はい、このお店ですね。愛玉っていうのはレモンゼリーなんですけども、レモンゼリーももちろんここ美味しいんですけど、個人的にここでハマって何度も食べているのがミータイムっていうね、米粉麺があるんですよ。台湾のこうスイーツとかでもたまに使われるものなんですけど、パッと見うどんみたいな感じなんですけど、お米なのでね、ちょっとお米っぽい風味のうどんみたいな感じなんですが、でさっきのドーファーとかの代わりにこのミータイムを使ったスイーツなんですね。ここはね、夏とかに食べるとめちゃくちゃ美味しいんですけど、トッピングもね、いろいろあって、小豆とか甘く煮た緑豆とかそういうのを丼の底に沈めて、そこにミータイムとたっぷりの氷と、あときび砂糖とか使ったシロップをたっぷりかけて丼でいただくものなんですけど、これもこのミータイムの風味と食感だったり味わいとかがね、ちょっと癖になるというか、なかなか日本では食べられないよね。ビジュアルもそうですし、少しね、独特な感じで、これもね、帰国してからあれまた食べたいなと思うようなね、そんなスイーツでしたね。結構ここもね、僕全然ノーチェックだったんですけど、後から調べたら Google とかでも星 4.3 とかで割とね、やっぱ有名店みたいですね。もちろん愛玉とかも美味しいので、それがね、星を牽引してるとかいうのはあるかもしれないんですけど、このミータイムのかき氷、これもね、有名らしいので、またね、ここ行って食べたいなとか思ってますね。いや、これも本当美味しかった。西光市場でね、特におすすめしたいのはこの辺りとかですかね。はい、ちょっとね、まだまだ紹介したいお店いろいろあるんですけど、今日はこの辺にしときます。以上です。はい、そういったわけで今日は台湾台北のおすすめグルメをたくさん紹介させていただきました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。あとね、ぜひ皆さん実際に食べに行ってみていただいて、もし美味しかったら感想なんかをね、コメントでいただけたら嬉しいです。このチャンネルではこんな感じで僕が大好きな台湾に関する情報をいろいろと紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。あとね、過去の台湾 Vlog とか台湾の動画とかもね、すべて概要欄にリンクを貼っておきましたので、興味のある方はぜひご覧いただけたらと思います。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。